今日は転職について話すで。Yo, what's going on 日本？リクやで。日本では転職とか副業とかと言いますと、あんまり印象が良くなくてですね、少し空気が重くなったりすることがあるかなと私は思います。最近はね、だんだん変わってはきているんですけど、転職サイトが増えたりとか、副業が OK な会社とかは増えたりすることによって、少しですね、このトピックについて、空気が柔らかくなったりしているかなと思いますけど、とか言っても、まだまだですね、この転職的なテーマでは若干タブーかなと私は個人的にまだそういう印象が受けています。一方、マレーシアの方ですね、転職と副業といえば、当たり前のようなものでありましてですね、社会人であれば転職の経験を持っている人はほとんどかもしれません。そして副業ですね、本業を持ちながらいろんな仕事を掛け持ちしている人も少なくはないかなと私は個人的に思います。なぜ職または仕事、キャリアに関してですね、こんなに違いがあるのか、考え方の違いもあるのかを自分なりに考えてみましたので、皆さんとシェアしたいと思います。説明を分かりやすくするためですね、それぞれの国の出職のシステムから見ていった方がいいかなと私は思います。まず日本の方なんですけど、日本の方ですね、大学行って卒業する前に就活っていうタイムに入って就活をしまして、そして内定もらって、大学卒業した後にそのまま内定もらった会社に入社をします。同じタイミングで卒業した人たちはそれぞれの会社に入社をします。そしてそこで同期というものも存在しています。一方、マレーシアの方ですね、入学中に就活するんじゃなくて、卒業した後に就活をやります。自分がやりたい仕事を探して、そこに求人を出ていれば自分の履歴書も送って、で面接に呼ばれて面接に行って、受かればそこに就職することができます。ここで一つのポイントを洗い出すことができますけど、極端の話しますとね、マレーシアの方は自分をやりたい仕事を探してそこに出職します。一方、日本の方は自分が入りたい会社を探してそこに入社します。ただマレーシアの方ですね、必ず自分がやりたい仕事を見つけてそこに出職できるっていうわけでもないんですね。そんなに甘くて簡単な話ではないんですね。だいたい自分がやりたい仕事、やりたいポジションでは経験者を求めるというところが多いんですね。卒業したばっかりの大学生はもちろん経験は全くなくてですね、なかなかその自分がやりたい仕事ができるというわけでもないんです。そこで転職のポイントとなります。そして様々な仕事を転々しながらですね、自己啓発しながら、キャリアアップしながら自分がやりたい仕事を見つけて、その経験を生かしてですね、履歴書などに書いて自分のやりたい仕事を見つけてそこに就職するっていうパターンが多くて、転職っていう文化ではね、当たり前のようなものかなと私は個人的に思います。一方、日本の方ですね、転職をするときですね、一旦仕事を辞めて、その次の仕事の面接官から見たらですね、なんかやらかしたから仕事を辞めたんちゃうかなっていうふうに見られる可能性もあります。そしてですね、正社員1回辞めてですね、次の正社員になるまでですね、そんなに簡単にできるものではなくてですね、その代わりにですね、一時期派遣社員として働くことも多くてですね、派遣社員を何回も繰り返すことによってですね、そこに履歴書にも残ってしまって、やっと正社員できるところに印刷しに行ったら、この人は仕事全然続かへんやなっていうふうに見られる可能性もありましてですね、転職っていうことはですね、あんまりいい印象を受けないことが多いかなと私は個人的に思います。それで日本の方ですね、会社を変えるんじゃなくて、社内の中で部署を移動するっていう文化があるかと思います。転職する代わりにですね、社員の中で様々な部署で働いてみて、それで自分のキャリアアップを目指す、一つの手段があります。これはまた一つのポイントになります。会社を成長させるために、その人材を育成して、いろんな経験を積んであげて、キャリアアップさせて、会社も成長させるという一つの会社の成長させる手段でもあります。極端で言いますと、会社のために仕事をやっています。一方、マレーシアの方ですね、自分自身の成長のために様々な仕事を経験して、様々な会社を経験して、キャリアをデザインして自己啓発をします。簡単に言えば自分のために仕事をやっています。逆に会社にとってメリットはないやんと思われるかもしれないんですけど、会社にとって会社はそういう優秀な人材を採用することで会社も成長することができるっていうメリットがあるかなと個人的には思います。マレーシアの出職
職のスタイルで言いますとですね、その自分がやりたい仕事を見つかるまで様々な仕事をやったり、経験を積んでいくんですけど、あまりやりたくなかったポジションとか、あまりやりたくなかった仕事を見つかった場合ですね、そこで働いていて、その収入はそんなに希望してた収入でもなかったので、その収入を賄うためにですね、みんなが副業としてサイドインカムを得るようにはしています。その副業のやり方もいろいろありましてですね、普通に昼は会社員やってて、夜は屋台を運営している人ももちろんいますし、オンラインでビジネスやってる人ももちろんいますし、そしてグラブドライバーとか民間タクシーを運転したりとか Airbnb を経営したりとか、そういったサイドインカムで副業としてやってる人たちも少なくはないかなと私は思います。これはこれでですね、新しい経験として得られるので、すごいいい刺激になるかなと私は思います。結果的にですね、自分が本当にやりたいことが会社員としてやるではなく、そのサイドインカムの方が楽しかったりとか、プレッシャーとしても少なかったりとか、きっかけで会社を立ち上げる人も、少なくはないかなと私は思います。で、結果的にですね、どっちの働き方のスタイル、どっちの出職のスタイルがいいかっていうふうに考えてみたんですけど、それぞれですね、それぞれのメリットがあります。例えば日本の方ですね、日本の方はどっちかっていうと、収入の安定性っていうすごく大きなポイントがあります。先ほど説明した動機という存在がありましてですね、みんなが同じ一斉ので入社しまして、そしてその同期たちが少しずつ年重ねて成長していくんですけど、例えば配属先が最初は技術で配属されまして、その後に3、4年後で営業行って、3、4年後で製造行って、様々な部署が変わったりはしているんですけど、年齢を重ねることによってですね、給料も上がっていくので、配属部署に関わらず給料も上がっていくので、収入を安定していくっていうところが、日本の出職のスタイルのいいところかなと私は個人的に思います。一方、マレーシアの方はどういうメリットがあるかと言いますと、例えば自分が働いた環境が合わなければですね、簡単に切り替えられるんですね。そして会社に縛られないというところもね、人間関係のストレスも減るだろうかなと私は個人的に思います。もちろん安定の収入を得るまでが、少し時間がかかるかもしれないんですけど、そのうちですね、給料の代わりに経験値をもらえるっていうところも、いいところかなって個人的には思います。いやー、どうでしたか皆さん。今回ですね、日本とマレーシアの働き方と考え方について少し比較してみました。ぜひ皆さんもね、転職や副業についてね、何か意見がありましたら一言残してください。ということで今日のお話をこの辺にしておきます。また会いましょう。以上、リキャッタでバイ。